木下優香です。今日はね、じゃん、巻き寿司で鯉のぼりを作りました。皆さん、5月5日は子供の日ですね。子供の日といったら鯉のぼり、柏餅、あと鯉のぼりぐらいしか今思い浮かばない。ということでですね、今日はじゃん、2匹の鯉のぼりを作りました。可愛くないですか？ちょっとね、私にしては頑張ったなと思いました。ちょっとだけ大変でした。じゃあ作り方いきたいと思います。じゃん、作り方です。ツナは油抜きをしてマヨネーズと和えておきます。これに醤油をかけてご飯にかけるだけで最高ですね。で、きゅうりは細切りにします。で、すし酢を作ります。白ごま、薄焼き卵を作ります。卵の味付けはお好みです。私はだしとお砂糖とお塩を入れます。だしは水に先に溶いた方が良かったですね。卵1個分の卵をフライパンに流し込みます。で、火が通ったらフライパンから出します。で、酢飯を卵の上に4分の3まで敷き詰めます。ご飯の上にカニカマ、きゅうり、ツナマヨを乗せて巻きます。ちょっと卵が破れてるところがある。海苔の上にご飯、きゅうり、サーモンを乗せて巻きます。きれいに巻けた。スライスチーズを丸く傾きます。残ったやつはね、おやつかなんかにして食べます。こういうのは楽しいですね。ハムもくり抜きます。で、目だけ残して残りの丸は半分に切ります。チーズで目と鱗を作ります。海苔で目玉を作ります。で、こっちは卵の方ですね。卵は目玉はハムで作ります。ちょっとね、卵がまだらになっちゃった。で、鱗が乗る系結構マシになりますね。目玉をつけて、で、さっきの子も乗せたら、じゃん、完成です。こちら2匹の鯉のぼりです。ここね、剥げてるわけじゃなくって、卵が白かったです、ちょっと。はい、で、口からは具が飛び出ておりますね。真ん中にいってなくてちょっと残念ですね。でも味は美味しいと思います。で、見た目もちょっと可愛いと思います。いただきます。まずは海苔の方から食べようかな。はい、私の顔ほどないけど、それくらいの大きさの巻き寿司ですね。今日もお味噌汁は 1kg 用意してます。顔からいきます。ご飯しか食べれなかった。でも酢飯美味しいですね。海苔の方はサーモンときゅうりが入ってますね。サーモン美味しい。でもやっぱりサーモンが入っとるとね、いいですね。サーモンの歯ごたえがプリプリしとって、きゅうりのね、シャキシャキしたのともよく合いますね。で、酢飯が美味しい。巻き寿司あるあるですね。中の具がだんだん飛び出てきます。飾りかなと思ってつけたチーズなんやけど、海苔とチーズが合いますね。やっぱりサーモンとチーズも合いそうやもんね。てか合います。だから具はサンドイッチみたいですね。崩れてきました。じゃあもう崩れてきたので箸で食べます。巻き寿司の意味がないなって思うけど、そういうことじゃないですよね。違うか。味は変わらず美味しいです。サーモンです。サーモンってなんでこんなに美味しいんでしょうね。脂が乗ってて肉厚です。次は黄色い鯉のぼりです。次はね、最初から箸で食べます。顎から食べます。ここでも何でもツナが入ってる。甘い卵が巻かれとって、酢飯とツナよく合いますね。卵が美味しい。目玉部分です。ちょっと怖いです。やっぱハムと卵もね、当然合いますね。ちゃんとレシピを考えた人は鱗とこの皮の相性も考えたんですよね。すごいですね。海苔も美味しいけど、甘い卵で巻いてるの私好きですね。忘れとったカニカマとかも入っとるんだった。そうやった。さっきやったことなのにね、忘れちゃうんですよね。私ね。
サラダ巻きって感じで美味しいです。はい、もう完全に原型がないですね。解剖されちゃった。でも味は変わらないです。最後の一口いただきます。完食です。ごちそうさまでした。こいのぼりの巻き寿司めっちゃ美味しかったです。見た目も可愛くてね、作るのも楽しかったです。でびっくりしたのがね、鱗に使ったハムとチーズが海苔と卵とあと中の具にもちゃんとよく合っとったことですね。だからすっごい美味しかったですよ、巻き寿司自体も。で見た目もね、めっちゃ可愛いですしね、お子さんとか多分こういうの作ったらすごく喜ぶと思います。外側だけだったら結構ご家庭にある材料とかで作れるんじゃないでしょうかね。だから今からでもすぐ作れるかもしれないですね。で具を変えればでとっても美味しくって作るのも楽しいので、ぜひぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。いや本当にやってみてください。こういうの楽しいです。なんかね、私は今日一人で作りましたけど、友達とかとワイワイやるのもすごい楽しいと思います。で本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。